いやー、一段落つくと思っていたデカブツシリーズ。まだまだ収まりそうにねえや。ハズブロマーベルレジェンドオンスロートの紹介では中身取り出していく。はい、取り出しまして。オンスロート。俺の最も好きな年代、1996年に X メンにて初登場。プロフェッサー X ことこのチャールズ・エグゼビア。彼の心はミュータントをより良い未来へ導くため常に苦悶しており、過度なストレスにさらされ続けていてですね、そこにチャールズのライバルでもあり親友でもあるマグニートことエリック。彼の精神を取り込んだことにより、このエリックが持つミュータントを迫害する人類への復讐欲、支配欲、暗い欲望と権力への渇望、その他ありとあらゆる負の感情とチャールズが持つストレスがまぐわり具現化したのがこのオンスロート。なのでこのようにマグニートのフォルムに近しいものとなっているんですね。素体的にはあれ何のシリーズだっけな。もう10年くらい前になるか。いや、そんなにはならないか。いや、なるか。まあ、とにかくね、それくらい昔に、マーベルレジェンドの、レッドスカル・オンスロートのビルドフィギュアとして展開されたんですけど、それのまんま流用ですね。今回のオンスロート、新たな付属品は何もありません。どこかしら造形的に新造形になっていたりする箇所もおそらくありません。変更点は塗装の1点だけ。なんならね、ビルドフィギュアの時付属したレッドスカルの頭部が省かれている。まあ今回はね、純正なオンスロートなんで、その点はいいとして、なんかもう一声欲しいというかね、値段だけにね。じゃあ96年のオンスロートに何を付属させるんだと問われればね、答えに窮しますがね。使いどころの難しい謎の流用エフェクトパーツをつけられても、それはそれで文句垂れてしまいそうなんですかね。まあ、ブラインドボックスではなくブリスターパッケージなんで、そこを承知で購入したんですけどね。だってね、超ド級のウルトラスーパーヴィランのオンスロートだぜ。買わない理由はない。しつこいようですけど、やっぱ寂しいですよね。そうですね。ファンタスティック4のリード・リチャーズとスー・ストームとの子供にフランクリンという男の子がいるんですね。そのフランクリンは現実改変能力の持ち主で、このオンスロートはそのフランクリンの能力を取り込むんですね。なので、値段ちょっと上がってもいいんで、無稼働のフランクリンのフィギュア欲しかったと思うのはちと贅沢すぎるか。過去ビルドフィギュアとして展開されていたのが近年単体で発売してくれていて、当時入手できなかったり自分のように手放してしまったりした身からするとこれ非常にありがたくてですね。しかもね、新たな付属品があったり少しアップデートが図られていたりと、目から鱗な仕様で展開してくれているんですね。最近入手したもので言えばこのイモータルアボミネーションやなし寄りのなしの変態熊男、そしてリザードン。個人的にこれらは十分付加価値が高いものとなっていると思うんですね。とはいえこの変更された塗装、ここは素晴らしいですね。過去のオンスロートを所有していないので比較はできませんけど、過去のものは確か成型色のみだったか？今回は光沢ある仕上げで見栄えが非常に良く、オンスロート感が出ててめっちゃかっこいい。頭部を見てみましょう。これまた素晴らしいですね。もともとよくできていたんですけど、塗装精度がアップしていると思われる。黒く影で覆われたヘルメットの隙間から垣間見える青く光る瞳が絶対強者感を倍化させている。この瞳はデジタルプリントかな？ヘルメットも光沢があり、ヘルメットとしての質感が非常にいいですね。上半身、主張力のある大型肩アーマーがかっこいい。それ以外は結構シンプルな造形。背面には高中高のような装甲が別パーツで取り付けてあり、取り外すと
このような感じ。下半身、内もものモールドにはしっかりと墨入れが施されている。筋肉が隆起したような足の造形は上半身に比べ有機的。ブーツもごつくていかつくてかっこいい。可動範囲いきましょう。まずは頭部。上はここまでいけて、うつむきがここまでいけて、ぐるりと一周はできませんけど、これぐらいの自由度があって、傾きはほぼ取れないかな。見た目よりも動きますね。上半身、まず肩および腕。肩アーマーがこれぐらい動きまして、バタフライ機構はありません。腕、前はここまで出せて、横へはここまでが限度か。腕の付け根で回って二の腕バイセップスがあって、肘がここまでか。ガントレットが別パーツで動いて、手首はこのような可動ですね。胴体接続箇所は胸のみですね。で、この後ろの走行をつけたまんま行きましょう。後ろへはここまで行けて、前はここまでですね。ぐるりと一周回れて、傾きそこそこ取れますね。下半身、股関節に引き出し機構はなし。前はここまで行けて、後ろへはほぼ行かないですね。ここまでか。股割りがここまでできて、ももにロールあって、膝が二重ですね。ここまで行けて、ブーツで可動なし。足首、後ろへはこう、前はこう、傾き取れて、つま先可動はありません。サイズ比較、いつものやつですね。フィギュアーツ、仮面ライダー真骨頂新1号と、マーベルレジェンド、アイアンスパイダーマンコミックバージョン。マーベルレジェンド、ゲマバス、ジャガーノートと並べてみよう。物語冒頭、このジャガーノートが吹っ飛ばされてくるところから始まるんですね。アンストッパブルの異名を持ち、名だたるヒーローでもその突進力を止めることは至難極まる。止めるどころか、弾き飛ばす謎の相手に、差し物ジャガーノートが狼狽するところから物語が始まるというね。その吹っ飛ばした相手がこのオンスロートなんですね。あれはね、いいつかみでしたよ。最近レビューしたフィギュアーツのゲマバスウルヴァリンと並べてみましょう。このオンスロート確かね、マーベル VS カプコン1のボスキャラでしたっけ？で、ここで申し訳ないちょっとウルヴァリンの話になるんですけど、ウルヴァリンのフィギュアってね、たくさん発売されていますよね。でも、オンスロート版のウルヴァリン全く出ないんですよね。あのウルヴァリンめっちゃくちゃかっこいいんですよ。マグニートにアダマンチウムを抜き取られ、そのせいで本来の能力が発動し、野生化が進み、まさに獣じみた見た目になる。で、いつものこのような羽マスクじゃなく、バンダナで顔を覆うようになるんですけどね。これですね。これに登場するウルヴァリン。これね。このウルヴァリンめっさかっこよくないですかね。昔ね、すごい昔はフィギュアあったんですけど、マーベルレジェンドではこのウルヴァリンなかったんじゃなかったっけな。このオンスロート再販を機にね、このウルヴァリンぜひ出してほしい。あれ出せだの、これ出せだのと、やからこいてもね、キリがないんで、しようがないのはわかりますがね、やっぱあーだこーだ言うの楽しいですよね。そういった意味では今後このオンスロート、最終形態出してほしいですよね。オンスロートって後半姿形がね変わるんですよね。こんな風に。まあこれを最終形態と呼ぶかは分かりませんけど、自分がそう呼んでいるだけでね、ぜひねこれ出してほしいんですよ。しかもねこれってゲームにも登場していたんで、結構ね需要あると思うんですよ。トイビズの時に出ていたオンスロート最終形態、あれがねめちゃくちゃかっこよかったんで、
ちょっと期待したいですね。ここのとこゲーマーバース波に乗ってますしね。はい、では終わります。今回も本当にありがとう。バイビー。